はい、双子座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は7月23日までの時期に絞ってタロットリーディングさせていただきます。よろしくお願いします。前回前々回とね、結構しっかりと星の解説させていただいたので、今回はタロット中心に行きます。お願いします。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。ペンタクルスの7、鳳凰逆、戦車の逆、ペンタクルス3の逆、ワンドの7逆、ソードの2、ソードエース。はい、気をつけることや対策がカップ9の逆とカップクイーンですね。そしてオラクルはカップ8の逆です。へーって感じですね。ちょっとだけ星の話もさせてもらいたいんですけど、やっぱりこの時期って7月23日までっていうのは本当に自分が何を感じているかとか、自分の大事なもの、自分の感覚っていうものが本当に肝になると思っておいてくださいね。とにかくもう特に7月の345とか456とかそのあたりっていうのはすごく勢いが強くて、この天王星と火星っていうものがひっついているので、それが結構双子座さんでもうすごい回転してるみたいな感じがあるので、何か双子座さんの中で早く進みたいとか、やりたいんだけどスピンしちゃってるとか、空回りしてるとか、そういうこともあるのかもしれませんね。だけど行動はたとえねちょっとぐらい空回ししたって遠回りしたところで、やっぱり自分が一番大事なものの方に向かってるっていう感覚がちゃんと軌道修正できますし、決してそれは遠回りにも何もならないので、何も無駄ではなくなるので、そこだけをちょっと中心に持っててほしいなって感じがするんです。でカードで見た時も入り口がカップの7なんですね。ごめんなさい、ペンタクルズの7なんですね。でペンタクルズの7っていうのは日常生活困ってるわけじゃないんだけど、でもなんかこれじゃない気がするとか、もっと何か効率よくできる気がするとか、もっと自分稼げるんじゃないかとか、何か今の現状悪くないけど理想とは違うみたいな、そういったちょっとしたもやっとした感じがあるのかもしれないんですけど、何がダメってわけでもないし、ニッチもサッチもいかないとかだったらやめとかできるんですけど、悪いわけでもないがゆえにどうしようみたいな感じがあって、ただ現状は止まっている状態で、でもなんか気持ちは動いてるし、運勢はいいって言われてるしみたいなので、なんかちょっとぐるぐるしてたかもしれないんですけど、何が起こってるかって言ったら、うまくいってるとかいってないとか、どれだけ稼いでるとか稼いでないとか関係なく、自分が今一番大事にしたいものは何なのかっていう、自分の感覚や価値に一番焦点が当たっているんですね。でこれは前回もの動画でも言ったかもしれないんですけど、行ったり来たりするものなんです。特にこの6月30日から7月24日っていうのは水星の逆行っていうのがありまして、水星っていうのは読んだり書いたり話をしたり覚えたりもそうだし、頭はもうマインドなんですね。なのでそういったことが振り返ったり、やっぱりこうかなって思い返してみたりっていうことがあるので、なんかどうすればもっと節約できるだろうかとか、いやどうすれば稼げるだろうかみたいな、なんかそういういかに節約できるかを考えるのと、いかに稼いでいくのを考えるのって全然違うじゃないですか。でもそっちが行ったり来たり行ったり来たりするみたいな、そんな感じなんです。なんですが、そういうふうなことをしながら、私何のために節約するんだったっけとか、何のために稼ぎたかったんだっけみたいなとか、そういう一番の中心があれば全然大丈夫だよって、そこに気づけさえすれば大成功なんだよっていうことなんですね。で特に得意なこととして、双子座さんはやっぱりいろんなことを学べる、いろんな資格を持ってる方も多分多いでしょうし、じゃあこの時期これやってみようかなって言っていろいろ好奇心が湧いてやるっていう方も多いかもしれません。だけどなぜか自分の立場っていうのが悪いんだって思ったり、勉強はするけどそれを活かせる状況じゃないんだとか、とても好奇心豊かに何かをつかみに行くけれども、それを生かしきれる媒体じゃないんですよ今はみたいな、そういう感じがあるんですけど、現実世界に生かそうと生かすまいと、自分がそれを学べた、それを知って喜んだっていう細胞では変わらないわけで、その中で私はやっぱりこれが好きだとか、これを大事にしたいみたいなのがあればいいってことなんですね。でここから
やっぱりソードの2にソードのエースっていうことなので、何か絞られていくなって感じがします。これまでのようにあれもこれも勉強してこれも知って楽しいみたいな感じではなく、自分が一番大事にしたもの何だったかなっていうのがどんどん狭まっていくというか、研ぎ澄まされていって、自分が一番安定するものは何かなとか、心が一番穏やかに過ごせるものは何かなとかっていうことで、外の世界というよりもどちらかというとちょっと内側の世界の充足感とか幸福感みたいなものに焦点を当てて、それをちゃんと自分が持っていこうみたいな感じです。なのでとても対策のところで言われているこのカップのクイーンというカードもとても豊かな自分だけの独特の感性っていうのを持って、それで楽しんでるよっていうのがあるんですね。ですごくカードがカップの9とかも出ていて、本当はものすごい豊かな喜びを感じられる時なのに、自分がその資格がないとかその価値がないみたいな感じで自分でなんか思ったりとかして、ありがちな話なんですけど、何かを勉強するってなったら勉強してそれを現実で生かさなければいけないとか、それをせっかくお金をかけて勉強したんだからお金を稼がなければいけないみたいに思いがちなんですけど、本当はそれを学べたということだけでもう完成なんですよね。自分の中でそれをやりたいと思ったことができたとか知れたっていうだけで完成で、その上でそれを使って稼ぐっていうのはもうプラスアルファボーナスみたいなもんだと思うんですけど、なぜかそこまで行ってない自分を責めたくなるみたいな感じがあって、いやいや喜びもっと感じていいんですよっていう感じがしました。そしてこの時期7月23日までに与えられているメッセージの一番大きなものっていうのは、やっぱりこれまでの価値判断が変わってくるよってことなんですね。中にはもうそんなことどうでもいいんですみたいな感じで、とにかくやりたいんですとか、これを進めたいんです、ビジネスうまくいきたいんですっていう方もいらっしゃるかもしれないし、それもそれでうまくいきやすい時なんですけど、私が思う今の一番大事なメッセージっていうのは、本当に自分が安心するとか安全な感じがするとか、自分を認められるみたいな方向に進んでいくための大事なものを見つけるよっていうのが一番大きなメッセージだなと思いました、この時期の。それが言い換えれば、このエネルギーを別のことに使うならば、じゃあ頑張って稼ごうと思ったらまあ稼げるし、勢いもあるし、でももしもですけど、自分が本当に望んでるものと違う方向にそのエネルギーを使ってしまうと、後からどっと疲れるっていうことが起きてしまうので、まだまだね7月23日以降もものすごく発展してくるわけですよ。だったらこの時期は7月23日までっていうのは本当に自分にとっての大事なものって何かなとか、自分はこれが好きだなっていうものに焦点を当てていく、余計なものを外していく、今まで学んだこと全部無駄じゃなかった、全部自分の中にあったじゃない、あるじゃないっていう感覚で自分を見ていくっていうのが一番なんか全てに通じるなんかいい道なのかなっていうふうに思いました。はい、いかがでしょうか。ちょっと仕事のこと見ていますね。ペンタクルス10、忍者、運命の輪ということで、お仕事そこそこうまくいってると思うんです。そこそこって失礼になったらごめんなさい。やっぱりこれまでだってすごい動いてこられたでしょうし、そのバイタリティとか器用さとかを使っていくらでも仕事はうまくいくと思うんですね。なのである意味心の充足感ちょっと置いといたとして、仕事というものは何だってできるみたいな、どんな仕事だってできる、お金を稼ぐためにとりあえずやるっていう仕事も含めとりあえず何でもできるし、今どちらかというとそれが飽和状態みたいな、そんな感じがします。であるんだけどこれじゃないみたいな、その中から自分が本当に喜べる仕事を選んでいきたいとか、こう質を上げていきたいとか、そういう感じなのかもしれませんね。仕事はあるいくらでもある。でもなんか自分の身を削ってやるのがどうなんだろう今っていう風な葛藤を感じてらっしゃって、だからこそ入り口がこれなのかなって感じもしますし、なんかせっかくだったら仕事も何かもっと効率よくとか何かを変えていきたいって感じがありますね。でこういう時だからこそ私が思うのは、仕事も全然悪くないんですよ。でもゆっくり考えますみたいな感じが出ているので、
その勢いが速い時ほどやっぱゆっくりと惑わされずに自分でいるっていうのが大事だなっていうふうに思うんですね。あ、これ乗っとかなきゃわーみたいな、後であれこれ必要だったっけみたいな感じになりそうなので、仕事って考えた時に本当にやりたいことに一歩進んでいくのは OK だし、そのやりたいことのための勉強を進めようでも OK だけど、それで一気に稼ぎましょうみたいなのはちょっと違うのかなって感じがします。これまでずっとやってきたことがうまくいかなかったから何か手こ入れしてうまくいくってことはありえます。それは全然。でもなんかせっかくだからこの時期に何かを学んで、はいそれを10倍にして稼いでみたいなのって、まあものすごく器用な人ってできなくはないんですけど、この時期っていうのは後からどっと疲れそうな感じもして、まあそれしたかったら全然いいですけれども、なんだか双子座さんの今のこのすごいこう流れの中にいる双子座さんにとってメッセージが本当に大事なものなんですかっていう、でそっちに向かっていくためにこの流れを使ってねっていう風な感じがしたので、ちょっとすいません、説教臭くなっていたらすいませんが、そんな感じがしました。お仕事もぜひそんな風に自分にとっての意味のあることに絞っていこうっていう感じでいくと整っていくんだろうなと思います。そしてもしそれにちょっと時間がかかるんだってなったとしてもかけてもいいんじゃないかなっていう気がしますよ。急がば回れっていうか、すぐに結果出すことでなく時間をかければかけるほど愛おしくなる、その仕事がその価値が出てくるって感じがするので、焦らなくていいかなって感じがしました。ちょっと人間関係見てみますね。人間関係は鳳凰、ペンタクルスの2、戦車ということで、人間関係ものすごくいいですとってもいいです。鳳凰も出てますし、本当に信頼できる人、この人と一緒に関わっていきたいとか信用できるとかっていう心が通じ合える、同じものを信じているみたいな、そういう人との関わりもありそうですし、ペンタクルスの2っていうのは上がったり下がったりはあるけれども、一緒に遊びに行ったり、ちょっと距離を置いてみたり、また会ったりみたいな、ずっとべったりとかではないんですけど、なんか行ったり来たりするような関係も楽しいんだなと思いますし、やっぱり戦車も出てますしね、鳳凰もってダイヤルカン2枚も出てるので、関係性においてはすごくいいです。どういいかって言ったら、関わりたい人と関わっていけるっていう感じですし、自分が望む人、自分の考えと同じ人とか、もしくは先輩とか教えてくれる人、導いてくれる人みたいな、メンターみたいなね人との関係も近づきやすくなる時ですよっていう感じがあって、それによってすごく自分は嬉しい感じがするんです。なのでちょっと思い切って連絡をしてみるとか、なんか講座を受けに行くとかもそうだし、そういうアクションを起こして本当に好きなものを自分の中に入れていくんだなって感じがしました。いいですね、とってもね。これは別に7月23日までに関わらずなんですけども、これは前回の動画でも言ったみたいに7月の6月末以降ですね、もう来年の前半までそういう意味で人とのエネルギーの交流っていうのはとても活性しているので楽しいと思いますよ。その上で全然いかようにでも進んでいっていただいたらいいけれど、7月23日までっていうのはそぎ落として本当に自分が幸せを感じるものっていうか、自分らしくあれるものを選んでいくんだなって感じがしましたね。はい、いかがでしょうか。なんかもし参考になっているという方はいいねボタンやチャンネル登録やコメントで教えてください。最後にもう一枚オラクルカードを引いてみますね。双子座さんの7月23日までマインドフルネス、すごいしっくりくるこれ私的には、なんかこれもなんかちょっと似たような感じで、外側よりも内側の世界でいかに自分が安心しているか落ち着いているかということで呼吸を深くするとか、そういうのがとてもいい時ですね、これは。はい、ということで何か参考になれば嬉しいです。ぜひ豊かな時間をお過ごしください。今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。